さんこんにちは、リキトです。今日はね、ミニマリストの僕の、デスクツアーをしていきたいと思います。最近ね、僕が愛用しているデスクの方はフレキシスポットの E7H っていうモデルの、電動昇降式デスクっていうものになります。なんとね、このデスク、中にね、こんな感じでリモコンがついてるので、こちらのボタンを押すことによって、テーブルのね、高さを調整することができるんですよね。僕もね、もともとこの電動昇降式デスク、すごくね、憧れてはいたんですけども、あまりね、普段立ち作業をすることはなかったので、そこまでね、導入は考えてなかったんですけども、最近はね、僕は YouTube をね、自分のチャンネル以外にも、他にね、2つチャンネルを持っていたりとかするので、結構普段家で作業することが結構多かったので、デスクで作業してもね、あんまり集中力が続かなくって、近所のね、カフェに行ったりとか、ファミレスに行ったりとかすることが多かったんですけども、今回ね、新たに電動昇降式デスクっていうのを導入したので、こちらのね、商品について詳しくご説明させていただきたいと思います。ではね、最初に僕が普段使っているデスクのデスクツアーから、行っていきたいと思います。僕が普段ね、使っているのは、最初ね、ご説明させていただいた通り、フレキシスポットの E7H っていうモデルの電動昇降式デスクになります。で、基本的にね、デスクの上には何も置かないように心がけています。デスクの上にね、置いてしまってもいいんですけども、それだとね、注意力が散漫になってしまって、作業にね、100% 脳のリソースを持っていくことがなかなか難しいので、なので僕はね、本当に必要最低限のもの、僕が普段使っているベルキンのね、3-in-1 チャージャーっていうもの、これにね、僕が普段使っている iPhone 13 mini だったりとかの iPhone ですね。と、あとこちらは、Apple Watch ですね。今ね、ちょっと腕の方につけているので、ここには置いてはいないですけども、ここにあるのが AirPods Pro ですね。こんな感じで、3つのね、アイテムっていうのをここでね、1つにまとめて充電することができますので、すごくね、僕のアイテム、気に入って使ってはいるんですけども、で、その他に特段ね、何かデスクツアーって言えるほど、何も置いてはいないので面白くはないんですけども、実はね、こちらにフレキシスポットの E7H っていうモデルにしかないケーブルトレイっていうものがあるんですよね。この中に、ちょっとやや強引な感じはしますけども、僕が普段使っている iPad mini と、これね、一部の人からは Apple 信者るのって言われてるんですけども、iPhone だったりとか iPad だったりとかですね、いろんなデバイスを拭くための布をここに入れていて、で、こちらの隣の方にはモバイルバッテリーですね、ライトニング用の iPhone 13 mini 用のモバイルバッテリーと、USB-C 用の iPhone 15 Pro Max 用のモバイルバッテリー。あとこちらに USB-C の超極薄のね、アンカーの薄型のアダプターと、あとね、こちらが無印良品で買った4つ口のコンセントですね。ここにね、僕が、さっきご紹介したベルキンのね、このワイヤレスチャージャーの充電をこのままつなげていて、こっちがですね、フレキシスポット本体の、コンセントの差し口になってます。このね、フレキシスポットのコンセントのケーブルっていうのが真っ黒だったので、真っ黒なケーブルがね、ここに挿していたら、遠目から見ると、その黒がね、結構目立ってしまうので、僕はね、無印良品のこのケーブル、4つ口のコンセントのケーブルを白くすることによって、外観をね、なるべく損なわないようにしています。あとはね、ちなみに僕が普段使っている椅子の方を紹介させていただくと、ビトラのね、ファントンチェアってものになってます。このね、一筆書きのデザインがすごく美しくて、僕はね、一目惚れで購入したんですけども、一部の方からはね、コメントの方でトイレの便座みたいっていう風に言われるので、結構ね、それがショックです。っていう感じでね、僕が普段使っているデスク周りっていうのを簡単にね、ご紹介させていただいたので、そもそもね、フレキシスポットってどんなブランドなのかっていうと、人間工学に基づいた、オフィス家具をね、取り扱うブランドで、快適なね、作業環境を提供するために、多機能なデスクだったりとか、あとソファーだったりとかですね、チェアだったりとか、収納だったりとかもね、取り扱っているブランドさんになります。結構ね、世の中いろんなね、電動昇降式型のデスクってたくさんあると思うんですけども、その中でもね、真っ先に頭に浮かんでくるのが、このね、フレキシスポットっていうブランドになるんじゃないかなっていうふうに思います。僕はね、少し前まで IKEA のね、クリムペンっていう、デスク、天板に足をつけていて、キャスターで動かせるようにしていたんですけども、普通のね、デスクと比べてどういったメリットが電動昇降式デスクにあるかっていうと、例えばね、集中力を保ちやすかったりとか、あとはね、姿勢が良くなったりとかですね。で、結構ね、僕も普段ね、編集を10時間からもっとね、15時間とか、する時もあったりとか、パンデミックの影響でね、結構ね、リモートワークだったりとかをしている方、かなりね、増えてるんじゃないかなっていうふうに思います。なので結構ね、ずっと座りっぱなしだったりとかすると、結構ね、姿勢も悪くなりますし、健康的にもね、あんまり良くないかなっていうふうに思いますし、
あとは僕みたいに一人暮らしじゃなくても複数人、例えば2人だったりとか3人4人とかで、住んでる方であればお子さんとかがいるかなっていうふうに思うんですけども、お子さんがね座る高さとかっていうのよりも人それぞれね個人差っていうのがあるかと思うので、そういった時にはねこんな感じで高さっていうのを下げたりとか、逆に大人の方だったらこんな感じで上げたりとかっていうのができるっていうのが電動昇降式デスクの唯一無二のね、メリットなんじゃないかなっていうふうに思います。あとはねこのフレキシスポット、天板のカラーだったりとか、あとは足のフレームの形だったりとかもねかなりの種類豊富なので、僕もねここの家に引っ越してもう大体ね5年ぐらい経つんですけども、5年間ねずっと同じ天板を使っていたので、天板ってねどうしても長く使っておくとちょっとね傷が入ってしまったりとか汚れがねつきやすくなってしまったりとかっていうデメリットがあるかなっていうふうに思うんですけども、電動昇降式デスクだからといって天板はねずっと固定ではなくって、フレキシスポットの場合だといろいろとねカスタマイズできるっていうのもねすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いました。あとねこのフレキシスポットのメリットっていうのは EC サイトだけではなくってね、お近くの家電量販店、ヨドバシカメラだったりとか、あとはビッグカメラ、エディオンだったりとかでも、販売をね行っているみたいなので、やっぱりねこの電動昇降式デスクって、結構ね大きいものですし、お値段もね決して安くはない価格帯になるかなっていうふうに思うので、店頭でねどんなものなのかっていうのがね確認できるっていうのはすごくねメリットなんじゃないかなっていうふうに思います。でね、組み立ての方も最初ねちょっと難しいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、初めてね電動昇降式デスク組み立てた僕にとってもすごくね簡単でした。実際にね組み立てた様子っていうのがあるので、ぜひねご覧になってください。よいしょ。ということで、やってきました、フレキシスポット。いやー結構ねこれ割と重たくって、総重量がね多分全部で40キロぐらいあって、結構ねかなり一人でね運ぶの結構大変だったので、例えば女性の方一人とかでこれ運ぶってなるとねかなり厳しいかなっていうふうに思いますし、そこからねまた組み立てないといけないっていう手間が発生してしまうので、女性の方だったりとかちょっとね一人で組み立てるのが大変だよっていう方はね、組み立てのオプションっていうのも別でついてるので、そちらをね頼んでみた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにね僕はちょっとせっかくなんで今回はね一人で組み立てていこうと思います。じゃあ早速本体開けていきたいんですけども、これがねめちゃくちゃ重いんですよね。なるほど、ここに説明書があったりとかしますし、なんか本体開けてみるとこんな感じで、付属のね六角レンジ、これフレキシスポットって書いてありますね。多分純正の六角レンジが入ってました。めちゃくちゃ親切。かわいい。付属の多分ケーブル隠しかな。一個一個出してみましょうか。っていう感じで付属品は全部でこんな感じかな。なんか思ったよりコンパクトでしたね。いやなんかこのフレキシスポットのなんか箱の感じとかすげえめちゃくちゃ可愛くないですか？そういえばね、今ね僕床をね DIY で張り替えてはいるんですけども、万が一ね床が傷ついてしまったりとかしてしまった時の結構ねリスクがだいぶでかいので、一応ねこんな感じで毛布を敷いておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うので、一応ね敷いておきます。よいしょよいしょ。ということで、今回ね僕が選んだのは横幅の方が120センチ、縦幅の方が60センチの、天板を選びました。僕ね以前使っていた、IKEA のね天板と全く同じサイズ感のもの、このサイズ感がね一番僕のお部屋にはマッチしていて、デスクもねいろいろねモニター置いたりとかパソコン置いたりとかっていうする人にとってはね、なるべくね、もっとね大きい140センチとかはたまた160センチとかっていう大きさのものを使われる方も結構たくさんいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、基本的にね僕のデスクの使い方っていうのはあまりね何も置かないような、デスク環境を作りたいっていうのもあるので、一番ね最小限のこの120センチ ×60 センチっていう大きさのものを選びました。やっていきますか。よいしょ。しっかりね天板が傷つけないように梱包してくれてますね。てか僕んち日当たりめちゃくちゃ良すぎて超暑いですね。早速ね取り付けていくわけなんですけども、僕はねこういうちょっと大型家財のようなものに関してはしっかりねこんな感じで説明書をしっかり読む派です。これね後々ミスってね大変なことになってしまったら取り返しつかないので、僕はねしっかり見て、でね取扱説明書も読み終わって作り終わったらもうねすぐ捨てる
取扱説明書はね、トリセツっていうアプリを使えばいつでもね読み返すこともできますので、そのアプリね使っていただければ取扱説明書をね保管しておかなくても大丈夫なので、なので皆さんもねトリセツっていうアプリを使っておくか、このねフレキシスポットの公式サイトの中にも、電子のね取扱説明書っていうのも載っているので、ぜひねそちらも見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。こういうねネジ止めの作業もしっかりねキュッと、止めておかないと後でね使っていった時にちょっとね机がガタガタしてしまうってことがあるみたいなんで、もうこの段階でねもうギュッと締めておく方がいいと思います。逆だった。やっぱね説明書はしっかり見るべきですね。よいしょ。 OK。このね、シャオミの電動ドライバー、前ね、ミニマリストの愛用品チャンネルっていう、僕とミニマリスト渋さんが一緒にやっていたチャンネルで紹介したことあるんですけども、このね、美しいデザイン、外観ですよね。本当に無駄のないシンプルなデザインが、もうね、ミニマリスト心にめちゃくちゃ突き刺さりますね。よいしょ。バッチリ。ここで登場しました。これがねリモコンかな。すごいねデザインすごくミニマルですよね。早速このリモコンの取り付けもしていきたいと思います。これが主電源、これはこっちと、ここで登場ケーブルカバー。おーいいね。これマグネットでピタッとくっつくので取り外しもすごく簡単だし、取りたい時はこんな感じで外せば中のメンテナンスっていうのもできるような感じになってますね。あとそれと今回僕ね普段デスク使う時は結構ねキャスターでどこでも移動しやすいように取り付けることが多いんですけども、フレキシスポットさんからもねキャスターの方が販売されてるってことで、ちょっとね今回、ちょっとキャスターの方も良ければ一緒につけていただけると嬉しいですっていう風にお願いしたところ、親切にね、キャスターまでつけて送ってくれました。いや本当にありがとうございます。よいしょ。あともうちょっと。OK。そしてこっからが問題ですよ。OK。さあ問題はこっからだよな。よいしょ。OK。いいんじゃない？それとこれが最後のケーブルトレイ。OK。完成。よいしょ。はい、ということでいろいろね設定ミスりまくってようやくね 2,3 時間ぐらい経って、全部作業が終わりました。はい、ということで、これはねちょっと後取りなんですけども、ちょっとねこのねリモコンのケーブルがちょっとねブランブランしてたので、なんとかならないかなっていうふうに思ってたところ、実はねこんな感じで、ケーブルホルダーみたいなケーブル類をまとめるような付属品がついていたので、これをねちょっとうまく活用させていただいて、こんな感じでケーブル類をうまくねまとめてみました。ちょっと人生初電動昇降式デスクちょっとねやってみたいと思います。このボタンでいいのかな。おーすげえ、やばい、感動。すげえ、どこまで行くんだ。おー129センチ。すげえ、もうさすがに129センチじゃ作業できないですけど、僕のベストなサイズ感ってどれぐらいだろうな。これぐらいがちょうどいい気がする。はい、ということで、組み立てがねこんな感じで終わったところで、このね今回僕が導入した、フレキシスポットの E7H っていうモデルの簡単なね、特徴についてご説明させていただきたいと思います。やっぱりねまずはこのねリモコンのボタン一つで、高さのね調整っていうのが自由自在にできるっていうのは一つメリットなんじゃないかなっていうふうに思います。これね別にねボタンっていうわけじゃなくって、これねタッチパネルになってるので、こんな感じで軽く振るだけで大丈夫なので、そこのね機能性っていうのも素晴らしいなっていうふうに思いました。でねこのねフレキシスポット何度ね、ボタンをねずっとね長押ししておかなくても、ワンタッチでボタンを押しさえすれば、こんな感じでね僕がねタッチ作業をする時の、高さにね自動でね調整してくれるっていう機能があります。ちなみにねこれどうやってるかっていうと、自分のね、ちょうどいい高さ、例えば今回であれば、このね75センチに合わせたかったら、このね75センチの状態でメモリーボタンを押してもらって、任意のボタン、今回だったら2番ですね、押していただくことによって、もうこれでねデスク上のこのねリモコンの方に高さっていうのが記録されているので、この状態で例えば2番のボタンを押します。
そうするとこんな感じで75センチっていう形で高さをね覚えさせておけば、こんな感じで自動でね調整してくれるってことができるので、すごくねこの機能すごく便利なんじゃないかなっていうふうに思います。このボタンは、何人かでね、デスクを共有したい時にもすごく便利かなっていうふうに思いますし、実はね、このね、右側の方に USB のこのポートっていうのが、付属されているので、例えばモバイルバッテリーだったりとか、あとは AirPods だったりとかのイヤホンですね。ちょっとしたね、小物っていうのを充電するときにすごく便利なんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりね、座ってね、作業することももちろんあるとは思うんですけども、こんな感じで、ちょっとね、疲れたなとか、集中力落ちてきたなっていう時に、こんな感じでね、デスクの高さっていうのを上げることによって、集中力のね、維持ができますし、やっぱりね、目線がすごく良くなって、姿勢がね、良くなるっていうのはすごくあると思いますし、従来のね、電動昇降式デスクって、自分でこんな感じでなんか巻いてやっと高さが出るみたいな、終わった時にはもう結構疲れてるみたいなことがあったりとかすると思うので、そこがね、もうこのボタン一つでワンタッチで、こんな感じで、自動化できるっていうのはね、すごくメリットなんじゃないかなっていうふうに思います。あとはね、魅力的なのは何といってもこのね、デスクの耐荷重ですよね。このね、使い方はあんまりね、皆さんには真似してほしくはないんですけども、耐荷重がね、なんとね、160キロっていうところで、僕のね、体重が今ちょうど60キロぐらいなので、僕のね、分身が仮に2.5人分乗っても大丈夫っていう感じなので、例えばね、モニターだったりとかつけたりとかですね、ノートパソコンだったりとか、いろんな機材っていうのをデスク周りに置いておきたいっていう方にとってはね、すごくね、安心できるんじゃないかなっていうふうに思いますし、過去のね、フレキシスポットの耐荷重っていうのが最大でもね、120kg っていうところで圧倒的にね、耐荷重高いので、すごくね、ここはメリットなんじゃないかなっていうふうに思います。あとはね、なんといっても、このケーブルトレイとケーブルカバーがついてくるっていうところですね。ケーブルトレイっていうのはこちらですね。これはね、僕にとってはめちゃくちゃ嬉しくって、特にね、一番奥の先ほどご説明したコンセント周りですね。っていうのはね、すごく僕にとって流れのね、課題ではあったので、それをね、デスク上にこれ一つでまとめれるっていうのは、すごくね、僕にとっては嬉しいです。で、あとね、もう一つメリットで言うと、このケーブルカバーですね。これはね、この灰色のライトグレーっぽいようなカバーになっていて、これね、マグネットでこんな感じで取り外しができるような形になっています。やっぱりどうしてもこのフレキシスポットっていうものはやっぱりね配線がかなりねごちゃごちゃしてしまうっていうのはミニマリストの方にとっても結構ね危惧する部分ではあるかなっていうふうに思うんですけども、それをね一つまとめでこんな感じでごちゃつきをねノイズレスな形でまとめれるっていうのは一つメリットかなっていうふうに思いますし、結構ねこれがねマグネットでこんな感じでピタッとまとまるっていうのはすごくねメンテナンスもしやすいので、その観点でもすごくいいかなっていうふうに思いました。あとはねなんといってもねこの字型の足のデザインなんじゃないかなっていうふうに思います。従来のものは工藤新一のくの字ですねっていう形で、このね足の支柱の部分が真ん中の方に寄っていたんですけども、それだとねデスクから移動したい時にここのね部分が足の方にぶつかってしまうっていう部分が考えられたと思うんですけども、この字型のデザインであればスッとね足元もねすごく開放感があって、すごくね移動だったりとかもしやすいと思うので、このねすっきりしたデザインっていうのは横から見てもすごくわかる通りかなりねすっきりした洗練されたデザインじゃないかなっていうふうに思うので、このねデザイン性っていう部分でもすごくねメリット大きいんじゃないかなっていうふうに思います。で、あとね、僕は今回ご提供いただくにあたって、下の方にね、キャスターっていうのをつけていただくようにお願いしました。これもね、オプションでプラスで3000円とか4000円とかでつけていただくことできますので、このね、キャスターの部分、ロックっていうのを解除することによって、僕みたいに結構ね、日当たりがこんな感じでガンガンにね、強い物件とかに対しては、こんな感じでね、場所をね、常に移動しながら作業っていうのもできるような形になってるので、日当たりとか、あと気分によって、こんな感じでね、キャスターをつけることによってデスクの移動っていうのができますので、せっかくだったらね、このね、キャスターの部分、つけていただくことによって、すごくね、デスクの使い方っていうのもね、可能性がすごく広がってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにね、このフレキシスポット、モデルがね、他にもたくさんありまして、今回ね、ご提供いただきました E7H の他にも E7 だったりとか E7 Pro っていうのがたくさんね、モデルがあったりはするんですけども、もう僕はね、どうせ買うんだったら圧倒的にね、この E7H っていうのがおすすめです。そもそもね、このデスクの昇降範囲っていうのが E7 だと58センチから123センチ、E7 Pro だったら60センチから125センチで、こちらの今回ご提供いただいた E7H だったら、63.5センチから128.5センチだったんですけども、さっきね、やってみたら、こ
これね、どんどんいく、どんどんいく。はい。画面チカチカしてるんでね、分かりづらいと思うんですけども、129センチになってるので、実際のね、高さのマックスっていうのは129センチっていうのがマックスになってくるかなっていうふうに思います。あとね、なんといっても魅力的なのは耐荷重なんじゃないかなっていうふうに思います。このね、E7H っていうモデルは、さっきね、僕が乗ったように、マックスでね、160kg まで耐荷重が、ありますので、他のモデルはマックスで 100kg だったりとか、あとは 125kg っていう形になってるんですけども、例えばね、普段在宅で働いている方だったりとか、リモートワークが中心の方っていうのはね、普段ね、仕事道具だったりとかっていうのをデスクにね、並べる方が結構多いかなっていうふうに思うので、迷ったらね、このね、E7H 購入した方が間違いはないんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはね、さっきご説明したケーブルトレイですよね。これに関しては、なんとね、E7H にしか、ついてない機能ではあるので、配線周りがどうしてもね、ごちゃごちゃしているのが気になるよって方だったりとか、僕のようにね、スッキリとした、空間で過ごしたいって方にとっては、このね、E7H とケーブルトレイっていうのがすごくね、唯一無二の機能になってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはね、なんといっても気になるのが価格帯ですよね。一番ね、お求めやすい価格の E7 ってモデルが、価格の方が 57,200 円。そのね、ワンランク上の E7 Pro っていうモデルが、価格の方が 61,600 円ってところで、一番ね、価格帯の方がお求めやすい E7 ってモデルに比べると、もう価格の方がね、6000円ぐらいしか変わらないんですよね。デスクで言うと僕がね、前使っていた IKEA のね、デスクでさえもう5年ぐらい使えたので、仮にね、このデスク5年間使うとして、5年間をね、月で割ると60ヶ月って形になるかなっていうふうに思うので、それでね、考えると、もう1ヶ月あたりね、100円の誤差しかなくなるかなっていうふうに思うので、もうそういった部分で考えると、このね、6000円分の差っていうのはかなり少ないかなっていうふうに思うので、僕だったら、この6000円分の差であれば、このね、E7H の一番モデルが高いものを選んじゃうかなっていうふうには思いました。はい、ということで、あれからね、1日経ちまして、1日中ね、このね、電動昇降式デスク、使ってみて分かったことっていうのがいくつかありますので、そちらをね、ご紹介させていただきたいと思います。やっぱりね、電動昇降式デスク、1日ね、使ってみて分かったことは、やっぱりね、立つ作業っていうのがね、めちゃくちゃ集中力が続きました。普段ね、座りながら作業している僕なんですけども、やっぱりね、デスクで作業するっていうのはなかなかね、集中力が保てなかったりとかすることが多かったので、そんなにね、僕も一日を通して立ち作業をするってことは、そんなにね、時間としては長くはなかったんですけども、ちょっとね、集中力が途切れたなって時だったりとか、姿勢がね、ちょっと悪くなってきたなっていう時は、もうこのね、タッチボタンっていうのをワンタッチするだけでこんな感じで、一気にね、スタンディングスタイルになってくれるので、ここのメリットっていうのはね、やっぱりね、すごく大きいなっていうふうに思いました。あとはね、なんといってもこのね、ケーブルトレイですよね。こんな感じで僕のようにね、結構ね、いろんなデバイス持ってる方だったりとかっていうのは、こんな感じで配線だったりとかね、コンセントっていうのがごちゃつくっていうところがかなりね、気になってる方多いかなっていうふうに思うんですけども、そういったものをね、このケーブルトレイで管理できるっていうのはね、すごくメリットかなっていうふうに思いますし、僕のようにね、こんな感じでデスク上にはね、なるべくあまり物を置きたくない、ノイズレスオタクみたいな方にとっては、このね、ケーブルトレイ上に、普段使っている、布だったりとか、モバイルバッテリーとかっていうのをですね、ちょっとした小物っていうのをここに置けるっていうのは唯一無二ですごく嬉しいなっていうふうに思いました。あとはね、地味に嬉しい発見で言うと、こんな感じでね、足の方がマグネットになっているので、このように、僕のようにマグネットでね、ピタッとくっつくものに対しては、こんな感じで足の方に装着っていうのができますので、ここのね、部分はすごくね、地味なところではあるんですけど、すごく嬉しいです。ちなみにね、僕が普段使っているミニマリスト渋さんが監修している手ぶらエコバッグに関しても、ここの部分がね、マグネットになっているので、よいしょ。こんな感じでピタッとくっつけることができますね。あとはね、ちょっとね、唯一デメリットっていうほどでもないんですけども、やっぱりね、ちょっと重いなっていうのはありました。例えばね、よく頻繁に引っ越すよって方にとっては、これをね、毎回設置したりとかってするのは、結構ね、男性の方だったらいいんですけども、女性の方だったらかなりね、厳しいかなっていうふうに思うので、そこのね、重さっていうのはかなりね、ネックになってくるかなっていうふうには思うんですけども、やっぱりね、重さが重い分、その分ね、耐荷重っていうのはかなりしっかりしてるっていうのはね、一つ、デメリットよりも、やっぱりね、メリットの方が上回ってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとね、一つ気になったところで言うと、やっぱりね、配線の部分っていうのがかなりね、気になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりね、こういう電動式のものであれば、どうしてもね、配線っていうのは必須にはなってくるので、ちょっとね、気になるなっていう方いるんじゃないかなっていうふうには思うんですけども、かといってね、ケーブルがいらない手動式っていうものもあるんですけども、それだとね、結構ね、ぐる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 、スタンディングするまでにね、どうしても疲れちゃって、体を消耗してしまうって方も結構いるかなっていうふうに思うので、そういった人にとっても、あとはね、普段リモートワークだったりとか、
か、家でね、がっつり作業するような方にとっては、やっぱりね、電動昇降式デスク1台ね、構えることによって、僕でもね、普通のデスク、5年間ね、使ったぐらいなので、このね、電動昇降式デスクはもう5年、10年、もう長く使っていくようなアイテムになってくるんじゃないかなっていうふうに思うので、本当にね、めちゃくちゃ導入してよかったなっていうふうに思いました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日はね、ミニマリストである僕の、デスクツアーと、あとはね、フレキシスポットの E7H っていうのを、簡単にご紹介させていただきました。いやー、僕もね、人生初の電動昇降式デスク、すごくね、憧れていたデスクだったので、今回ね、こんな感じでご紹介させていただいて、すごくね、テンションも上がりましたし、これからね、このデスクを使って、いろんな人にね、面白いなっていう風に思っていただける動画を作っていきたいなっていう風に思います。今回ね、ご紹介させていただいたフレキシスポットさんの公式サイトだったりとか、このね、フレキシスポット E7H っていうモデルの購入リンクっていうのは、下のね、概要欄の方に載せておこうというふうに思いますので、ぜひね、気になるよって方は、下のね、リンクの方をチェックしてみてください。ということで、こんな感じで今日は終わろうと思います。最後まで動画見ていただきありがとうございます。ではまた。待って、怖いじゃん。